こんにちは、オートウエストエンドです。さあ、元気よく挨拶しましたが、もう焦っております。今一瞬見えましたでしょうか。この運転中にエンジンライトがついてしまいまして、で、もう慌てて止めて見ていますが、このタコメーターもちょっと不安定ですし、変な音もしているということで、これですね、ちょっと誰か助けてほしいという状態になりました。昨日はおそらくコントロールアームとかサスペンション周りがおかしいのだろうというところまで行ったんですが、これはまた別の問題が発生しております。ちょっともうこの X5 の不具合立て続けに来てちょっとお腹いっぱいなんですけども、今回は足回りとかそういうことではなく、もうエンジンのライトがオンになっているので、普通にもうちょっとシリアスな感じなんですよね。そして高いこのキーンという音、トランスミッションあたりから聞こえてきておりますね。これはいつもに増してカメラワークがもう適当というか焦っておりますが、どうしたものかという感じでございます。とりあえずこういった感じで見てみますと、エンジンをねつけたり消したりとりあえず試していったら1回エンジンライトが消えました。はい。そして本当に一時的なものだったんだと思ってほっと一息ついたんですが、この後ですね、またしばらくしまして、でこの納期にね、このボルトを移していますが、このウォーターポンププーリーのボルトを先日修理しようとしたんですが、その時にエンジン周りちょっとだけ補給類のところをばらしたんですね。それからそれの 2,3 日後とかでしょうか、そのタイミングでなったので、おそらくこの時になんかしてしまったんじゃないかなと、いうことで移していましたが、またしばらくしてこのエンジンライトをついてしまいました。一応このメッセージとしては、エンジンのパワーをちょっと抑え気味にしていますと。で、こういった 4WD の警告メッセージとか、あと一応ね、バッテリーの電圧が低い時にトランスミッションの警告とか 4WD の警告が出るので見てみますが、一応 13.9V とか 13.8V 今ありますね。なので極端に低いわけではないので、バッテリーでもないのか、では何なんだろうということで、はい、ちょっともう昨日の上げたブレーキ周りの変なイオンよりももう段違いに焦っております。やっぱりこの表示出るとちょっときついですよね。もう本当にただ単にもうバッドデイだと言いたいもう途方に暮れるとはこういうことだなと思いましたが、ライト消えてくれないので、どうしようかなということで、とりあえずエンジンルーム内をこう見ていますが、特段おかしなところ、不具合ございません。オイルがねドバドバ漏れていたりとか、冷却水が漏れていたりとかというのもありません。で、このエンジンをかけ続けていいものなのか、あんまりかけない方がいいと思うんですが、でもね、このまま修理屋さんにもう持ち込むか、自分で何とかするか、もう本当にその瀬戸際というか自問自答を繰り返しておりました。一応こう回してみたんですが、
回ることは回るんですよ。でも警告にはエンジンの力を抑え気味とあったので、どういうことなんだろうと思いながら、そしてマニュアルモードにして、一応この停車中ですが6速まで入れること、最大のね6速なんですが、これ全て入れることができたので、一体どういうことなんだろうとね、ここでもまだ考えております。ちなみに結局ここでは解決できず、家に後ほどもう運転して帰ったんですが、そのエンジンの力を制限されているという意味が分かりまして、というのはもう踏んだ感じ、アクセルを踏んでも全然加速してくれないんですよね。加速することはするんですが、4、50キロまでゆっくり加速していくような感じ、トロトロ運転をするしかない。一応運転はできないことはないんですが、本当にゆっくり、あの車遅く走ってるなというぐらい、あの感じしか出せません。V8 なのになんとも情けないことになっていますが、はい、ということでバッテリーをね、ずっとオルタネーターの問題がありましたので、そこが原因なのかと思いまして、今バッテリーを見ています。ちなみに 10mm のレンチでね、開けることが、取り外すことができます。この電極の部分ですね。そしておそらくこのマイナスの極を外してまた付け直せばエンジンライト消えてくれるんじゃないかと、浅はかな考えで、試さないで後悔するよりも試そうということでやっております。ちょっと今日はね、ナレーションもちょっと動揺してしまってうまくできていません。ごめんなさい。はい。ということでバッテリーつなぎ直しまして、で見てみました。ではエンジンを回します。そうしますとね、やっぱりまだエンジンライトついたまま、そしてこの 4WD の警告が出た場合は、この左右に目いっぱい交互に切りますと消えてくれます。はい、4WD の方は消せたんですが、このナビのところで見てみますと、エンジンの警告に関しては全く変わらず、そしてバッテリーを一旦外してつなぎ直したので、時計もねリセットされまして、それも設定し直してくださいという警告が出ました。ちなみにタイヤのプレッシャーセンサーの警告は出ていますが、これはもうずっと出ていまして、おそらくそのセンサー自体、タイヤのセンサー自体がもう電池切れかという予想はしているんですが、それで警告出ているので、今回のとは直接は関係ありません。このエンジンライトの衝撃すごいですよねもう本当に参ってしまったんですけども、後々調べてみましたら、エンジンライトの種類が実は BMW あるようで、先ほど今出ていたエンジンライトはこのエンジンのマークの斜め半分、左が黒、そして右が黄色で出ております。これがもっと深刻な問題がエンジンに発生すると赤になるそうです。なのでそこまでいっていないということは大丈夫なのかな。でもね、本当何が原因かわからないので、動揺はしております。一応ね、排気のところを見ています。先日綺麗にしましたが、その前に撮った映像なのでまだマフラー汚いですけども、はい、音としては
普段と変わらないかなという感じでした。ただエンジンルームに戻って、こちら向かって左側の部分を聞きますと、ノッキングなのかな、こちらの方の細かいカチカチ音はいつもするんですが、こちらのトントントンっていう音はしないんですよね、いつも。なのでバノス周り、そこだとね、僕ちょっと手に負えないなっていうのがあるんですけども、それだったらもう一撃数十万いってしまうかもしれないので、ちょっとそれは勘弁してほしいということで、一応 OBD2 ツールをつないでみました。今表示画面が変わりましたが、今使っているのはカースキャナーという OBD2 ツールの iPhone のアプリになります。これは無料なんですが、僕の持っているカーリーという OBD2 ツールのアダプターを差し込みまして、車の方に、そしてその電波を Wi-Fi で拾って、そして今表示させていますが、チェック項目がとても多くて100項目ぐらい一気にチェックをしているようで、とても時間かかったので、6項目5項目と減らして、本当に知りたいエンジン周りのところだけをチェックしてみたんですが、結局うまく表示されませんでした。おそらくこれ有料のものを定期購読しなければいけないのでしょうか。ちょっとね、このアプリを使うのが初めてだったので、ちょっとね、わからずということでした。で、カーリーのアプリケーションを、その正規のね、ものを使おうということでやっておりますが、実はこの定期購読を一旦やめていました。なので無料でできないかなと思って先ほどのやったんですけども、これでまた接続し直して見ていましたら、結局定期購読しないと細かい情報を見れないんですよね。で、仕方なくこれまた定期購読しました。だいたい日本円で7000円とかでしょうか。年間7000円ということで、このね BMW とミニのプランを購入したわけなんですが、ここでね、また思わぬ出費でしたが、そして見てみました。そうしますと、エンジン周りでフォルトコードが、エラーコードが7つぐらいドババッと出てきまして、そしてその中の一つずつ見ていったんですが、不幸中の幸いと言いますか、バノス系でもなく、あとミスファイアとかノッキングの問題ではないことが分かりまして、そして確認できたのが、ちょっとね解析できない項目もあったんですが、出ていて分かった分としては、スロットルボディ、スロットルバルブのあたりがおかしいというところと、エアマスセンサーがおかしいという、その2点でした。で、一旦このカーリーでそのフォルトコードをクリア削除しまして、そしてナビのアイドライブのところを確認してみましたら、そちらにもエンジンライトが見事消えました。さすがカーリーと思ったんですけども、ですがまたしばらく経って、じゃあこれで帰れると思ってエンジンを回しましたら、出てきたんですね。なのでやっぱり一時的なものではなくて、これは何か対策をしないと消せないなということが分かりました。一応今映しているのはカーリーを使った直後でエンジンライトを一時的に消せたという状態の映像です。はい。なのでノロノロ運転で家に帰ったんですが、一応自分でできることをまた次の動画で試したいと思います。それでも無理だったら修理工場かなという感じでございます。それでは続きの動画また上げたいと思います。登録の方もよろしくお願いいたします。今回も最後までありがとうございました。またお会いしましょう。